ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。ローズセルサが、1万円未満のイヤホンを発売してたの、知ってた？それも、全部入りで LDAC に対応してて、振動板も今オーディオマニアにとって、一番熱い、トポロジー振動板、という激アツ商品だ。本編に入る前に、一つだけ突っ込ませてほしい、このイヤホンの、唯一にして最大の突っ込みどころを。なんでケースが完全にいい感じの金属で覆われてるのに、肝心の本体がイヤーポズのパチモンみたいなペッカペッカのプラスチックなんだよ。なんか塗装までチープ。いや、突き詰めやこの形と材質になるのは理解するんだけども、それにしたって普通質感追求は逆じゃないか。というわけで、今回紹介するのは、ロセセルサのイヤーフリーアイを。最高のケースと最高の性能と、そして10年前のチープイヤホンみたいな質感を兼ね備えた。いや最後のはダメだが、何はともあれそんな悪魔合体が起きたイヤホンだ。毎度、このケースにこのイヤホンをしまうときに、えらい違和感を感じるんだよな。おそらく今回届いたサンプルの色と、素材の食い合わせが悪いのも影響していそうだ。気を取り直して。イヤーフリーアイ5は、1万円以下で、優秀なノイズキャンセリング、整った音質、ゲームモード、LDAC による高音質コーデック接続、あるいは、選択式で、AAC または SBC という、オーソドックスなコーデックで、2台のデバイスからの音声を同時待ち受けできる、マルチポイントの2択を選択できる、近年の人気機種の定番を、すべて抑えたモデル。もちろん、制御用アプリも用意されていて、中国系オーディオよりブランドが出す商品では、ストア認証がされておらず、インストールが面倒くさい機種もあるものの、i5 なら、認証もしっかり通って、Google Play Store からダウンロードが可能となっている。アプリから操作できるのは、ノイキャン風切り音減少モード、それから、アンビエント。周辺の音の取り込みモードも選択できる。イコライザは4種類から選択する形だけど、もともと低音の押し出しが強いタイプなので、バランス良い音が聞きたいと思ったらライト一択、という印象。それ以外のイコライザだと、低音が強すぎて、全体のディティールを潰してしまうことが多かった。また、最初は LDAC モードが有効になっているが、ここから、LDAC 接続を無効にしたり、デュアルポイント機能を有効化したりできる。それ以外にも、電源がオンの間、音量を上げて音を出させる、デバイスを探す機能や、タッチ操作の設定変更などが変更できるようになっている。イコライザの設定のみ、自分の設定を選択できないところがちょっと不満かな。ゲームモードは動画などを見る分には問題ないけれど、実際にゲームとなると、若干の遅延を感じてしまう。ここら辺も、一般的なライバルと同じくらいの遅延率、といった印象だ。この動画の編集をしながら視聴をしたんだけど、やっぱり、操作の後に、1拍遅延が入るのを感じたぞ。それと、Windows に接続した時に、音量が0か100か、しか選択できなかった。レベル100の音量調整ができるはずの Windows の音量バーが、1でも上がると、最大の音量で鳴り始める。現在はアップデートで改善しているかもしれないけれど、Windows との組み合わせはあまり現実的ではなさそうだ。外装については、正直、1万円近いイヤホンとしては、ちょっとどうかと思うレベルでチープ。ボタンの反応部分がグレーっぽいインクで塗られているのが、よりチープさを感じさせてしまう。正直ここはケースと同様、金属質な塗装や、プレートなどで対応して欲しかったな。本当にケースに戻すたびに違和感を感じるんだ。この質感の違いすぎる感じ。まあ、側と機能に関してはこんな感じ。機能面ではほぼ完璧ながら、イコライザ機能に自由度がない。逆に言うと、手間をかけずに最適なイコライザが4つ用意されている、と言えるけれど。そして、質感。これはちょっと、文化の違いか何かなのかな？それじゃ、中身についても見ていこうか。このイヤホン、ローズセルサが発売するモデル、ということで、どうしても性能に期待してしまうんだが、その期待には、しっかり応えられる、と言える。構成は一般的な1ダイナミックドライバーなんだけど、i5 の振動板は、トポロジー振動板、最近登場した、ローズセルサオーロラアルトラと同じ、トポロジー振動板採用だ。あちらはさらにマイクロプラナーも搭載して、より面白い感じに仕上がっているんだけど、こちらは無線イヤホンなので1ダイナミックドライバー。とはいえ、現在選択肢が少ない振動板となるので、それだけでも優位に立てる。通常のダイナミックドライバー振動板より、くっきりとした分離感が魅力で、たとえ低音が強くても、高音が飲まれない1ダイナミックドライバーが結構多く出てる、今面白い振動板だ。これを使った i5 の音、どんな音なのかというと、それにしたって低音が強くないか。同社の有線イヤホン、オーロラアルトラでは、それでも高音域側に援護射撃的に、マイクロプラナーが入るんだけど、その支援がなくても、高音がしっかり見通せるのは素直にすごいと思う。
現代の低音ゴリゴリの曲よりも、標準状態では80年代とかが相性が良さそうなくらいに強烈なサウンドが楽しめるぞ。そして、面白いのが、過去の1ダイナミックドライバー TWS では、低音に全てが押し流されて制圧でもされそうなレベルの量感なんだけど、しっかりと高音域も聞こえるし、なんだったらシャープ、ということ、おかしいな、トポロジー振動板って歪みがなくて聞きやすい、ナチュラルな音って聞いてたんだけど、最近金属骨格持ったゴリラ的な運用の機種が多い気がするんだけど、従来品では高音域が崩壊する勢いの、大量の重低音を叩き込んでくるようなイヤホンが増えてきている気がする。ベース音は耳に押し付けられるくらいの音圧で叩きつけられてくるし、サブベースもある程度強いな。同じトポロジー振動板系だと、BA ドライバでより高音をシャープに表現していた、ジーガーとアーカディアをよりドンシャリにしたような、強烈な補正のかかったサウンドを叩き込んでくる。ただ、これだけやりたい放題やってるのに、崩壊しないのは、最近流行っているトポロジー振動板の強烈なメリットだろう。TWS でこれを聞ける機種は現状少ないんじゃないかな。音色を分解してみよう。さすがに BA ほどソリッドな感覚はないものの、それでもキレの良い高音域、金属音なども結構主張してくる。ただ、やっぱりマイクロプラナーや BA で補強されたサウンドほど強烈ではないな。ボーカルはハキハキと乾燥した音、分離感が強く、低音より若干後方ながら、輪郭は崩れない。全体に分離感が強めなので、優しくて柔らかいサウンドを期待するなら、バイオセルロース振動板やウール振動板のライバルの方が有利かも。そして低音域、ゴリゴリ砲に押し付けられるような各種低音。過去のモデルでは、こんなに低音を出して、高音が共存できる環境ってなかった気がするんですけど、空間は狭い、密閉されたノイキャンヘッドホンだし、低音が優位だから、そらそうよ。低音がお留守になってくれると、狭い部屋の中でも位置関係が把握できるようになる。イコライザライトを選択すると、軽めのトポロジーの実力も感じられるので、ぜひアプリを使って自分好みのバランスにしてから聞くことをお勧めするぞ。というわけで、基本的に密閉感が高くて、解像度が高めの、正気かってレベルの低音が叩き込まれるタイプのトポロジーダイナミックドライバサウンドだった。派手好きが音質面で選ぶのなら、検討のテーブルに上げてもいいと思う。似たような、低音ドーン、高音ジャーン、なイヤホンは数多く発売されてきたが、DSP ではなく、振動板由来で制御された音は、やはり自然に粒立ちが良いので、そこをめでるのが楽しいだろうな。といったところで今回はここまで、見た目は参加で慣れる、